メキシコのすべてを満喫するはずが全然できなかった。観光難易度ベリーハードメキシコシティ。世界遺産の歴史地区。大都会。タコス。テキーラ、マリアッチ。あらゆる需要に応える最強のメキシコの首都。のはずが、移動、交通量、営業時間外の観光施設、そして不穏な治安に直面。前もった下調べと余裕を持ったスケジュール。これらがいかに大切か、ポンコツな私を反面教師にしてください。ポコ旅ライフ。今回の舞台はメキシコの首都メキシコシティ。標高約2200メートルに広がるラテンアメリカを代表する巨大都市です。この町の原点はテスココ湖の島に築かれたアステカ帝国の都、テノチティトラン。かつて湖に浮かんでいた都は、今では人口密集の巨大都市へと姿を変えました。帰国前の 1.5 日で、この町をどこまで攻略できるのか、挑戦してみます。サンミゲル・デ・アジェンデからバスで約6時間、ついにメキシコの首都、メキシコシティに到着しました。到着したのは北バスターミナル。なんですが、第一印象でかすぎる。バスターミナルというより、もはや空港に近いですよね。しかもバスターミナルがでかくなると UFO キャッチャーまででかくなるらしい。まずホテルへ向かうため地下鉄に乗りますが、ここでいきなり最初のミッションです。メキシコシティの地下鉄は交通 IC カードを買ってそこにチャージして乗る仕組みなんですけど、この券売機はお釣りが出ないそうです。手持ちが大きいお札しかなかったから駅構内の売店でお金を崩すことにします。飲み物や軽食を売る小さな売店がたくさん並んでいますね。ローカルな屋内商店街みたいな雰囲気です。よし、水購入。これで小さいお金ができた。ちなみにメキシコシティの水は飲めないからペットボトルの水を買ってくださいね。さて、これで券売機でカード購入できるかねと思ったら、今度は券売機がうまく動かない。結局窓口で買えるか相談してみることにします。50ペソお渡ししてみたんですけど、25ペソとカードが返ってきたんで、カード代15ペソ、乗車分に10ペソをチャージしてくれたんだと思います。ということで、ようやく地下鉄に乗る準備完了です。メキシコシティまだ改札入る前なのに、早速観光難易度高いな。路線図でホテル最寄り駅までの路線と方面を確認。あとは駅の案内表示を見ながらホームへ進みます。これ階段をよく見てほしいんだけど、一段一段平らじゃないね。こけそうになったからみんなも気をつけて登ってね。実はメキシコシティって湖の跡地にできた町なんですよね。さらに地下水の汲み上げで地盤沈下が深刻らしいです。足元まで観光難易度が高いんですね。電車の車輪が鉄じゃなくてタイヤっぽい。ゆりかもめみたいなゴムタイヤ系なんですかね。日本は鉄製のが多いのもあって新鮮ですね。ノルボホちゃんです。レンガカラーが可愛い車体。おっと、穏やかじゃない落書きもあるみたいだ。乗車して第一に思ったのがブレーキが強いことです。止まるたびにおっとっとってなりますね。なまった足腰にはかなりハードモードです。ゴミもちょっと落ちてますね。あと車内には路線図とかの情報表示も見当たりませんね。さっき駅でたまたま路線図見れてよかったです。さて、ラサ駅に着きました。ここからオリーブ色の3号線に乗り換えてウニベルシダ方面へ行きたいんですけど、案内表示にはインディオス・ベルデス、ウニベルシダと横並びで書かれているんですよね。インディオス・ベルデス・ウニベルシダっていうめちゃくちゃ長い駅名なのって思ったんですけど、どうやら違いました。真反対にインディオス・ベルデス駅があるんですよ。つまりインディオス・ベルデス方面とウニベルシダ方面、3号線の両方向が1行にまとめて書かれていただけっぽい。一応区切り線はあるけど手書きっぽいし、上の単語の間を貫通してるから落書きかと思ってスルーしちゃってましたわ。失礼しました。メキシコシティの地下鉄、乗る前も乗ってる時も乗り換えも難しいな。しかもさらに駅構内で宇宙っぽい展示や偉人の言葉みたいなものも出てきました。
すまん、今勉強する余裕はないんだ。ポンコツの脳みそが火を吹きかけてるんだわ。いやでも、プラネタリウムみたいでやっぱ綺麗だわ。小さい脳みそが沈静化されていきます。ユニバース、サンキュー。あと、駅構内もかなり広いですね。新宿駅並みに歩いてるかも。この案内表示の仕方はポンコツでもわかる。ありがてえ。突撃突撃。でも私、旅先の公共交通機関の攻略結構好きなんですよね。難しかったとしても達成感があるし、何よりツルツルだった脳みそに視野が刻まれていく感覚があるんですよ。あとは現地の方の暮らしを体験させてもらえるようで好きなんですよね。バルデラス駅に着きました。駅前露店が多いですね。メキシコにはティアンギスという露店市の文化が古くからあるんだって。さて本日の宿に着いた。朝から小さい脳みそフル回転でお腹空いたよ。メキシカンランチでも行くか。宿の近くには屋台タコスがたくさんありますね。地元の方がサクッとその場で食べていくのがメキシコ流って感じでたまんないっすわ。この辺の屋台なら20ペソくらいでタコスは食べられそうですね。ほんまのタコスって安いのにちゃんと美味しかったから、今回のメキシコシティでも期待大なんですけど、楽しみは後に取っておくことにして、今回はレストランに行ってみます。と思ったけど満席で入れなかったり、予算的にオーバーなお店だったり、ピンとくる店がなかなか見つかりません。メキシコシティは圧倒的にタコス屋台の方が食事にありつけそうでした。短時間でちょうどいいお店を見つけるのは思ったより難易度が高かったな。どうすっかな、首都だから店選び放題で余裕とか思ってたけど、全然そんなことなかった。助けてメキシコ兄貴。絶望してるんですけど、このお店に一縷の望みをかけてみます。骸骨の飾りも可愛い。屋根付きの中庭みたいな店内で入りやすい雰囲気です。お疲れ私、お疲れみんな。まずはメキシコのサンミゲル・デ・アジェンデ発祥のクラフトビール、セルベサ・アジェンデでサルーしましょうか。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。おー、フルーティーな香り。口当たりは軽やかだけど、後味はしっかりホップの苦みを感じます。今まで飲んだメキシコ国民的ビールたちはホップ感ゼロだったから、それで今より感じてるのもあるかも。クラフトビールらしさが全開で、こいつはいい地ビールだ。おっとやばいな、二日酔い専用って書いてあるメニュー見つけたんで、これは頼むしかないっしょ。はい、来ました。二日酔いにもいいというメキシコ定番朝食、チラキレスです。果たしてどんな味なのか実食。なるほどね。パリパリに揚げたトルティーヤが液体に浸ってる時点で確かに朝ごはん定番のシリアル感があるわ。ただソースがタコスにもかけられそうな酸味と辛みがあるものってだけが違うかな。あとはアボカドとか玉ねぎとかが乗ってて、この小豆っぽいのは豆のペーストですね。うまいのでパクパク食べられます。でもこれ食べ進んでくると揚げトルティーヤがソースを吸っちゃってちょっとふにゃふにゃした食感になってきちゃうね。パリパリの方が私好みだったから早めに食べちゃおう。飲み干し飲み干し。さっきのが美味しかったんで味だけ変えておかわりしました。こっちのはブラウンエールですね。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。香ばしさとコクがある。ホップの華やかさが目立つ黄色と違って大人の味って感じ。スパイス系のメキシコ飯にめちゃくちゃ合いそうです。ということでスパイス効いてそうなブリトー行きましょうか。このお店全部でブリトーが5種類もある。さすがトルティーヤの国メキシコですよね。いい意味で重そうなブリトーきた。具材がしっかり詰まりすぎて棍棒みたいで最高。ブリトーはかぶりつけばつくほど幸せになれるってみんな知ってるか。こいつはジャンキー。たっぷり詰め込まれたチーズと肉の味がしっかり濃いからかなりのがっつり系。小麦生地のトルティーヤももちっとした食感で最高。また豆のペーストが入ってるんだけど、豆特有の甘みが隠し味になってる感じでうまいわ。サイドについてるポテトでジャンキー感マシマシ。ちゃんと香辛料が効いたブリトーだったんで深みがあるブラウンエールにもぴったりでした。
あとメキシコ料理ハラパン系っすね。この2つ見てほしいんだけど、1メニューだけでも十分な量。しまった、こんだけ食べたらメキシカンが DNA に刻まれちゃう。帰国前だってのにメキシコから離れられない体になっちゃうじゃん。チラキレスはソースが緑と赤の2種類、さらにチーズと豆もあるんで、この組み合わせを変えつつトルティーヤを食べるなら最後まで美味しくいただけました。ブリトーを結構食べたのにまだまだ重さがあります。メキシカン重量級のチャンピオンです、こいつは。最後にお会計ですが、メキシコはメニューの表示価格に 16% 税込みの明瞭会計だから安心です。チップは10から 15% ほどが目安です。ランチ後のデザートはチョコで決まりよ。チョコレート博物館にやってきました。メキシコはカカオ文化とも関わりが深いので、こんな風に本格的チョコ作り体験もできそうです。なんだか大変そうだ。カフェやお土産屋さんも併設されてるんで、時間があれば落ち着いてチョコレートをいただきたかったけど、他にもみんなに見せたい見どころがてんこ盛りなんで、ここはデザート欲をぐっとこらえて次に行きます。短期滞在だと厳しいね。チェーンソーマンを発見。お次はメキシコシティといえばの独立記念塔に向かうんだけど、車多いね。この交通量だとウーバーを呼んでもすぐには来れなさそうだし、乗れたとしても到着時間読めないだろうな。というわけで歩いた方が早そう。車の排ガスで鼻と喉がイガイガしてきてるんだよね。周辺には近代的な高層ビルが並んでいて、急に金融街っぽい雰囲気になってきました。さすがメキシコの首都。テオティワカンのピラミッドとはまた違う、こういう大都会の顔もあるんですね。このビルとピラミッドどっちがでかいかな。ヤシの木の後ろにニョキニョキした高層ビルってのがメキシコシティ独特な景観かもね。公衆電話見っけ。この通り面白い。マリーゴールド販売会に迷い込んじゃった。でっかいテニスボールくらいのお花もあるね。日本の品質はちょっと違うんだろうな。さて、みんなついに見えてきたのが独立記念塔。メキシコシティを代表するモニュメントです。メキシコ独立100周年を記念して建てられた独立記念塔。サッカーのメキシコ代表が勝ったりすると国民が押し寄せてお祭り騒ぎになる熱狂の中心地なんだって。メキシコシティってこんな感じなんだね。見どころが多い街、さすが首都って感じ。ただ観光地同士が離れてるからアクセスには苦戦するかな。地下鉄は安いんだけど乗り換えが難しくて迷いそうにもなるし、ウーバーも渋滞のせいでちょっと使いづらい。かといって徒歩にも限界がある。しかも行きたい名所もタコス屋さんも自分が行った時に入れるかはわからないですもんね。早速結論出ちゃったけど 1.5 日で攻略しようとしたのはポンコツのミスでしたわ。皆さんの反面教師にしてください。まあ歩ける限りみんなに紹介していくわ。次はシウダデラ市場にやってきました。中に入ると一気にカラフル。バッグに刺繍に雑貨に食器に置物、通路いっぱいにメキシコの民芸品が並んでるんですね。ここでいい旅土産が買えそうです。そしてメキシコらしい骸骨グッズもたくさんありますね。しかもよく見たら見ざる聞かざる言わざるまでやってんじゃん。死者の日をポップに表現する感じがなんともメキシコっぽいですよね。これウーパールーパーじゃない？そういえばメキシコゆかりの生き物でしたよね。色の塗り方も独特で目立ちますね。今市場出てちょっと歩いてたら公式よりクールに書かれたポケモンを発見。さらにそのまま歩いていたら今度はタトゥーショップが出てきました。そろそろ世界遺産のエリアに入りそうなんだけど、現代カルチャーも普通に混ざっているのが都会の首都って感じ。さて、メキシコの英雄ベニート・フアレス大統領を称えた記念碑に着きました。彼はメキシコシティ空港の名前の由来にもなっていますよね。そしてこの辺が世界遺産のエリアのすぐ手前くらいで、すぐ隣のベジャス・アルテス宮殿から東側へ進むと一気に世界遺産メキシコシティ歴史地区の中心部に入っていきます。こちらは美術館や劇場、コンサートホールが入ったメキシコを代表する総合芸術施設なんだって。
近くで見ると建物の装飾がかなり細かくて、白い建物が夕方の街にめちゃくちゃ映えてるね。内装は黒い大理石の柱と床が重厚で、高級劇場のロビーみたいですね。この辺の建物ってヨーロッパっぽい建築様式なんですね。やっぱりかつてスペインの植民地下にあった影響なんですかね。やばい、めちゃくちゃ面白いお店見つけちゃった。これグアダラハラでマスコットにも会えたけど、メキシコの大手薬局チェーンに関連するお店ですよね。中ディズニーストアみたいになってんじゃん。薬局のマスコットキャラクターがブランド化してグッズ展開してるってすごすぎないか。本当にメキシコ国民に愛されてる薬局なんですね。私はこのスニーカーが一番欲しい。さて、メキシコシティの最大の見どころ、ソカロ広場に到着です。こんなに人が多いなんて聞いてなかった。それに広場で今イベント中なんですね。ここは正式には憲法広場と呼ばれる場所です。もともとはアステカ帝国の首都テノチティトランがあった場所で、今はメキシコシティ歴史地区の中心になっています。その上にスペイン植民地時代の大聖堂や宮殿が建っているから、古代アステカ、スペイン植民地時代、現代メキシコの歴史が重なるかなり重要な広場です。そして奥に見えるのがメトロポリタン大聖堂。ライトアップされた姿は外から見るだけでもかなり迫力があります。実はこの大聖堂はアステカ神殿を壊した石材を再利用して250年もかけて作られたアメリカ大陸最大の大聖堂なんです。おっと、伝統衣装の方たちがお清めのような儀式をしていますね。煙をもくもく焚いてお客さんにまぶしてあげてます。観光客向けの要素もありつつ、アステカの先住民文化をまさしく全身で体験できそうですね。なるほど。この日はソカロ国際ブックフェアの開催中なんですね。それにしても広場全体を使っているからかなり規模が大きいですね。しかもちゃんと人が多いから、メキシコの方は紙媒体を読む習慣があるんですね。ポンコツも読書しなきゃな。先住民文化を感じる儀式にスペイン植民地時代の教会建築、さらに現代の読書イベント、重なった歴史が同時進行するオールスター感謝祭状態です。これ野生のスティッチも応援に来ています。はるばる日本から野生のクロミも参戦中。握手したら低い声でマネーって言われた。お祭り騒ぎな楽しい広場の東側に長く伸びているのが国立宮殿です。現在もメキシコ政治の中心となるかなり重要な建物なんだって。ただ夜だと細かい部分をみんなに見せられないから、明日の明るい時間にもう一度来ることにします。やっぱメキシコシティを 1.5 日で回りきるのは無理だったか。大都会かつ世界遺産の歴史地区もある都市はやっぱ見どころが多いからカバーしきれないや。お疲れー。ホテル最寄りまで戻ってきました。地下鉄で削られた後はホテル横のセブンに吸い込まれていきます。実はメキシコシティ、街中にセブンが結構あるんですよね。ホテル真横にもあったんで便利でした。メキシカンストリートコーン味、これは買うしかない。ちゃんとメキシコ国民的ビールも並んでますね。今回のメキシコ旅でまだ飲めてないものを回収しますか。はい、ホテル戻ったんで早速ビール勝ち込みます。パッケージには先住民の戦士が書かれてますね。アルコール度数 4.1% のメキシコを代表するダークビールインディオだそうです。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。口当たり軽かったんだけど、後味にちょっとベタっとした甘さが残る感じがあるかな。でも麦感がしっかりあって私は結構好き。香ばしさもありつつ苦味は控えめだから、黒っぽい見た目の割には飲みやすいビールだと思う。気になるメキシカンストリートコーン味のプリングルス、屋台の焼きトウモロコシをイメージしてるんだって。プリングルスってたまに食べたくなるよね。サワークリーム味とかピザ味に近いと思うけど、ちょっと酸味を感じるから、そこでライムっぽさを出してるのかな。トウモロコシ感はほのかに感じる程度ですかね。観光客向けなのか現地の方向けなのかは不明です。グビグビが止まらんぽこ。
さてお次はアルコール度数 4.5% のペールラガー。メキシコのプレミアビールブランドボヘミアクリスタルです。白地に銀のラインが都会的なパッケージ。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。これも軽めなビールだけど麦芽はちゃんと感じるかな。加えてほんのりフルーティーさもあるからかなりすっきりと飲めると思う。癖もないしパッケージも相まってちょっと高級感あるメキシコビールって感じですかね。子供の頃これを腕に突っ込んで遊んでた人、コメント欄で正直に告白してくださいね。今日はチョコレート博物館入館できなかったということでチョコオレオも開封です。通常のオレオとは違って真ん中のクリームがチョコレートになってるんですね。ココアクッキーの優しい甘みと何より香ばしさがチョコレートにぴったりですわ。この時のポンコツはまだ知らなかった。明日1日で25キロも歩くということを。あんまり飲むと翌朝辛いからそろそろやめなさい。ラストはアルコール度数 4.5% の歴史あるメキシカンペールラガーカルタブランカです。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。非常に軽くて爽やかな飲み口。特徴的な強い風味や苦味はないかな。いい意味でこの中で一番発泡酒っぽい。例えるならトップバリューさんのバーリアルかしら。明日はいよいよ中米旅最終日、テオティワカン遺跡というピラミッドがある世界遺産に行きます。その後は今日回りきれなかったところを回収次第空港に向かいます。ホテル紹介なんだけど、このホテル階段がものすごかった。最上階に泊まったのもあって屋内でもはや眺めがいい。お部屋は寝るだけって感じで、トイレバスは共用でした。翌日朝一チェックアウトしてテオティワカン遺跡へやってきました。詳しくは前回動画を見てください。さてメキシコシティの北バスターミナルに戻ってきました。遺跡で足がパンパスマミーポコパンツ状態ですが、力の限り歩いて皆さんにメキシコシティをお届けしようと思います。昨日輝いていた国立宮殿お昼バージョンです。みんな見覚えがあるでしょう。やっぱお天道様があるとちゃんと見せられそうでいいですね。現役の政府施設でもあるので見学はガイドツアー制で予約や登録が必要みたいです。そしてメトロポリタン大聖堂もお昼だとこんな感じなのね。明るいと遠くからでも彫刻の細かさがわかるね。近づいてみると装飾の密度さらにすごいです。正面の彫刻はかなり豪華。中は撮影できなかったんだけど外観だけでもめちゃくちゃ見応えがありますね。すぐ横にある装飾が細かい建物はサグラリオ・メトロポリターノ付属の礼拝堂でバロック感が強い外観です。今日もイベントをやってるせいか人はマジで多い。催しがなければメキシコ国旗があそこでたなびいていたのが見れたかも。露店に観光客に地元の方にイベントの動線。今日も引き続きお祭り状態だポコ。駅前でも市場開いてたけどソカロ広場でも当たり前に市場が開かれてるんですね。そして急に現れるホラー系の仮想パフォーマーたち。チェーンソーが怖いね。一方で昨日から引き続き先住民文化を感じるお清めのような儀式も行われていますね。すごい、目回らないのかな。めっちゃ回転してるんだけど。回るたびに羽飾りみたいな飾りがヒラヒラして腰につけてる骨っぽいのが音が鳴ってかっこいいんですよね。先住民起源の伝統を今に受け継ぐ踊りなのかな。なんか急に沿道に人がめちゃくちゃ並んでる通りに出ました。治安維持のためにものすごい人数の警察官の方も歩いています。ここはゾンビウォークのルートで昨日見た革命記念塔から数千人のゾンビの仮装をした方たちがソカロ広場に来る直前だったようです。時間がないから止まっては見られないんだけど、もしかしたらさっき広場で見たような方たちを大量に見れたかもしれないですね。こちらはメキシコ郵便宮殿です。
世界一美しいとも言われる現役の郵便局ですが、営業時間は17時まで。ギリギリアウトで入れなかった。現役の郵便局だけど入場料もかかる観光施設の側面もあるんだって。こういう名所は営業時間が短いから時間に余裕がない私には厳しかったですね。ちなみにここ映画リメンバーミーの死者の国の入国審査所のモデルになってるんだって。歩き続けていたらマリアッチっぽい衣装の方が増えてきましたね。メキシコど定番のマリアッチ、本場の音楽が鳴り響くマリアッチの聖地ガリバルディ広場に着きました。ここはユネスコ無形文化遺産にも登録されているマリアッチの楽団が広場で待機している独特な場所なんだって。直接交渉で料金を支払えば自分たち専用の生演奏をしてくれるかなり珍しいシステムになってるんだって。広場にはテキーラとメスカルの博物館も併設されていて、まさにメキシコの酒と音楽がセットで楽しめる空間です。夜にはテキーラを片手に音楽を楽しむ宴会場へ変わるんだろうな。参加したかった。さっきのマリアッチが登場する回はこちらです。広場周辺には屋台タコスもあるからマリアッチ、タコス、テキーラまとめて楽しめそうな雰囲気があります。けどね、カメラ回せなかったんだけど、実はこのエリアこそ今回のメキシコ旅で一番歩くのが緊張した。路上で過ごしている方が他の場所よりはるかに多かったり、実は自分の背より高いゴミの山にも遭遇したりもしたんですよね。調べたらこの周辺は治安面でかなり注意しなきゃいけないラグニージャとテピトに近い場所だったっぽいわ。もし夜にマリアッチ体験をしたい方がいたら送迎付きのツアーかホテルからウーバーで広場に直接乗りつけるようにしてくださいね。メキシコ旅は治安面に関して緊張する場面がはるかに多かったな。さてホテルまで戻りました。荷物を回収して空港に向かいます。がその前にメキシコタコス締めしなきゃね。やっぱりメキシコのタコスが私を掴んで離さないのよ。これ食べなきゃ飛行機に乗れないってさ。肉の種類は路上店ですが豊富です。しかもトルティーヤは手作りだって。やっぱ王道カルニータスだよね。お肉がたっぷりで手作りトルティーヤの素朴な感じもいいですね。早速サルサを加えていきます。路上でも侮るなかれ、金属トレーに何種類ものサルサが並んでおります。サルサ乗せたらいよいよもう包めなさそう。メキシコはトルティーヤギリギリまで具材が乗っているという幸せをアーシーに教えてくれたんですね。一言でうまい。肉にしっかり味がついてますね。サルサのシャキシャキ感、ライムの酸味、トルティーヤの香ばしさ、あと今回ワカモレをたっぷりにしたけど青臭さゼロ、アボカドのとろっとしたまろやかな甘みもいい仕事してる。前回の路上タコス店から確信してたけど、やっぱ路上タコス屋いいよ。何にも代え難い価値がここにはあるわ。お次はパストール。初めてのタコスに挑戦できるのも本場メキシコの良さだよね。パストールはスパイス漬けの豚肉らしいんだけど、辛さより塩気が強いからハムとかベーコンの厚切りに近い印象かな。お肉自体の味が強いからこれはサルサなしでトルティーヤの香ばしさと食べるのが一番正解だったと思う。タコスを食べた後は宿に戻って荷物をピックアップ。いよいよメキシコシティ国際空港に戻ります。さて今回のメキシコシティ旅についてなんですが、結論として日数をちゃんととって目的を絞って滞在すればかなりいろんな楽しみ方ができる街だと思いました。ただ今回難易度が高かったのは渋滞でウーバーが使いづらいこと、排ガスを感じる空気、案内表示の少なさ、治安に注意が必要なエリアが観光地のすぐそばにもあること、さらに観光地同士が離れているから短時間で攻略しようとすると歩く距離を増やさないといけないことが大変でした。だから正直 1.5 日で回るには生ぬるい体の私には難しかったです。ただメキシコシティは本当にすごい街でしたね。何がすごいって世界遺産のピラミッドも歴史地区もあってタコスもマリアッチも楽しめる。さらにちゃんと街も大都会であることなんですよ。一都市で全部揃っていたわけです。
ここまで何でも揃っている都市はなかなかないんじゃないかな。だからこそ日数をとって行きたい場所を絞って予定を組めば、歴史、グルメ、音楽、街歩きまでかなり幅広いニーズに応えてくれる街だと思いました。しかも今回は営業時間の都合で入れないところも多かったんで、いつかちゃんとリベンジマッチを果たしたいところですね。さて、メキシコシティ国際空港に着きました。お次はメキシコシティサンフランシスコ経由日本行きのフライト編です。ポコ旅ライフ。このチャンネルでは日本や海外を旅して観光、飲食する様子を配信してます。皆さんいつもありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。